サテライト東京2018年、ようこそ。昨日 Day1 のコミュニティ向け、情報に引き続きまして、本日 Day2 は、企業内ソフトウェア開発者様向けに、いろいろな情報を提供させていただきたいというふうに思っております。長時間にはなりますが、最後までぜひお付き合いください。東京向けということで、いろんなロゴを作ってるんですけれども、今回皆さんお気づきいただきましたですかね。このサテライト東京向けに新しいロゴデザインしました。アメリカ人が考える、日本のイメージということで、東京タワー、富士山、桜、そして桜の枝の部分が、GitHub らしく、文字通りブランチになっているというところで、GitHub ファンの方にとってはなかなかユニークなロゴになっているのではないかなと思います。非常に人気が高いので、これはステッカーあるいはその他のグッズにして作りたいなというふうに思ってますので、皆さん欲しいという方はもらえるかどうかわからないですけども、ぜひGitHub 社員を見つけたときにくださいって言いづらいと思いますので、できたと、サテライト東京で言ってたロゴできたっていうふうに聞いていただけると、お互いの負担がなく交換でもらえるということになると思いますので、GitHub 社員を見かけたらサテライト東京のロゴできた、ちょうどいい聞き方です。よろしくお願いします。GitHub がサービスを開始したのが2008年、今年が10周年ということになります。現在でも 65% の社員がリモートオフィスで仕事をしています。そんな GitHub ですけれども、2015年、3年前に、皆様の近くでもっといろいろな意見を直接いただく機会を取りたいということで、アメリカ以外の国に進出を開始をいたしました。で、最初に選ばれた国がここ日本ということになります。3年前に日本オフィスを設立しまして、皆様と直接いろいろなお話をし、たくさんの学びをいただき、その内容というのが現在も、それからこの先も GitHub のソリューションにどんどん生かされてくる、そういうふうに思っていただければと思います。現在までにユーザー数が国内向けですけれども250% 増ということで 3.5 倍のユーザー様が日本法人を作ってから増加をしたという形になります。そして既存ユーザー様も含めて GitHub を使っていただく頻度が非常に増えていましたので、プルリクエストの数も 550% 増 6.5 倍と、オープンソースのプロジェクトに参加をしていただけるエンジニアさんの数も 80% 近く増えたというのが、ここ3年間 GitHub 日本オフィスを作った以降の数字の推移です。世界的にもまだまだ成長を続けている GitHub ですけれども、中国、インドと並んで日本はトップグローイングカントリーの一つとして現在も非常に高い成長を続けることができております。ひとえに皆様のソーシャルコーディングですので、皆様が使っていただいてどんどんいろんな方とコネクトしていただく状況の中でこの数字が生まれてきているんだというふうに考えております。改めて感謝を申し上げます。いろんな状況が日本で変わってきています。お茶の間で、すみません、昭和の人間だとお茶の間なんですけど、新しい今の皆さんあんまお茶の間って言わないんですかね。一般、家庭の中で一般ユーザーの方、あまり技術的なところから、近くない方々の中でも、昔はあまり
会話に出ることのなかったような IT 用語というのが、盛んに、ニュースも含めてですね、取り上げられるようになってきたのかなと思います。いろんな端末が変わり、身近なところで新しいサービスを使う、新しいアプリケーションを使う中で、どんどんこういった単語が飛び交うようになってきたと。IoT であったり、VR、AR、それから自動運転、仮想通貨、ブロックチェーン、いろんなキーワードが出てきています。この中のいくつかのマーケットについて簡単に触れさせていただきたいなと。IoT、すごく大きなマーケットですね。IDC の調査では、ここ日本において2017年の時点ですでに 6.2 兆円のマーケットになっているそうです。IoT ってなかなかあんまり馴染みがないというか、どこにそんなマーケットがあるんだっていうふうに聞かれることが多いんですけれども、例えば2年前に日本では電力自由化されました。それからガスも自由化されました。自由化の前から皆さんの家庭についているメーターってスマートメーターに置き換えが進んでいるんですけれども、この電力自由化後にプロバイダーの変更をすると、そのタイミングで、スマートメーターに置き換えられます。でこれまでは月に1回、家庭を回って人間が目視確認をして、このぐらい使いましたねっていうのを手入力してやってましたけれども、現在ではそれが、ほとんどの会社では30分値、30分ごとに使用量が自動的に、電力会社さんとかガス会社さんの方に届くということになっています。単純にデータ量でいうと、1日に48回ですから、今まで月に1回だったものが、1500倍ぐらいになるということですね。量が増えたということだけではなくて、この例えばスマートメーターで面白いところは、エネルギーの使用状況を、中を見るとですね、この家庭は共働きだなとか、あるいはこの家庭は毎日朝何時に家を出て何時ぐらいに家に帰ってきて、この時間が留守なんだなとか、この家庭はこの時間帯に子供が帰ってくるんだなとか、いろんなことが推測できてしまうんですね。で重要なポイントというのは、データを集めることが重要なのではなく、集めたデータをどういうふうに解析をし、そしてその解析した内容をどんなサービスにしてユーザーさんに還元をしていくのか。つまり安価で高性能なハードウェア、これも重要ですけれども、そこで集められたデータをどのようにソフトウェア的に解析をして新しいサービスにしていけるのか、これが今のビジネス環境の中で最終的に毎日の勝利を収めていく、継続的な勝利を収めていく一番大きなポイントになるんじゃないかなと思います。ですので、ここにいらっしゃるソフトウェア開発者の皆様、それからライブ中継をご覧になっているソフトウェア開発者の皆様の仕事に求められるもの、あるいは重要性っていうのが日に日に増大していると。そして現時点でも大きなマーケットですけれども、今後もすでに何兆円というレベルの大きなマーケットサイズがさらに大きくなっていき、2022年のタイミングでは12兆円を超えるという IDC の予測が出ています。非常に大きなマーケットです。今ちょっとスマートメーターのお話しましたけれども、それ以外のところでもたくさんありますね。家電に組み込まれるっていうのもそうですけれども、それ以上に障害が起きたらインパクトの大きい、業務用の機械であったりとか、例えばエレベーター、エスカレーター、それから業務用の調理器具、そこにもいろんなセンサーを入れて情報を収集し、壊れたら最も近くにいるサービスエンジニアが自動的にデスパッチされるとか、あるいは壊れる前におそらくこの傾向が現れたら壊れるであろうというような隙値設定をして予防保守をするとか、いろんな形でこの IoT の分野というのはどんどん進んでいく。同じようにどんな使い方をしても安価なコモディティ化された
ハードウェアから集められた情報をもとにいかにソフトウェア的に分析をし、新しいサービスにつなげていくのかというソフトウェア開発の部分が非常に重要なポイントになっているわけです。AI とかコグニティブ、これも非常に大きな伸びを示しています。まだまだマーケットのサイズが小さいですから、IoT ほど大きなマーケットにはなっていませんけれども、小さい分成長率が極めて早くですね、2020年に向けて、毎年 60% 以上の成長を続けていくと。そして2900億円、3000億円近いマーケットサイズになっていくだろうと。これも同じようにいろんなところで AI っていうふうに言われています。人の声を分析をする。そして最適な回答、もしくは最適に近い選択肢を提供する。あるいは大量の画像分析をして、その大量の画像の中から可能性の高いものだけをピックアップをして、病気の可能性がある。そういった使い方をする。これも同じように、さまざまな端末から集められた情報をいかに分析をして、いかに新しいサービスを、しかもいかにそれを自動的にやっていくのかという、これも同じようにソフトウェアの処分になってきます。日本以外、とりわけアメリカのサンフランシスコでは、ソフトウェアの開発者奪い合い戦争のような状況になっています。見つけるのがとても大変。それからそのまま確保していくのも非常に大変。なので、自動的に給料も上がる。ですから皆さんもおそらくこの後給料がどんどん上がっていくというハッピーな未来が待っている。いや、お約束はしませんけれども、需要と供給のバランスから考えると、おそらくそういうことになっていくんではないかなというふうに思います。一般のユーザーの方は、さまざまな新しいテクノロジーでより便利になり、より快適になってくる。そして開発者の皆様は、どんどんビジネスの世界の中心になっていく。そしてまた約束しませんが、おそらく給料も上がっていくでしょうと。なぜなら需要と供給のバランスがあるからと。じゃあ全てがハッピーなのかというと、実はそうでもなさそうだというのがここ日本の状況です。経済産業省の調査によると、2016年、一昨年の時点で国内のエンジニアの数はすでに11万人以上不足をしているという結果が出ています。2030年までにこの不足している数が79万人、80万人近くが不足するという結果が出ています。調査結果が出ています。毎年4万人も5万人も不足者が増えていくという状態ですね。政府もさまざまな対策をしているようです。若いうち、小学校の頃から例えばプログラミングを始めさせて、ソフトウェアの開発という世界に早い段階から慣れてもらうと。そうは言っても、もともと少子高齢化で母数がどんどん減っていきますから、その中でパーセンテージを上げて、より多くの人が例えばソフトウェアの開発者を目指したとしても、このマイナス分を補うことは非常に難しい。で、考えられるものがですね、4つほどあるかなと。一つは、昔の日本によくありがちだった頑張ると、つまり減っていってどんどん足りなくなって苦しくなっていく分は、みんな頑張って長い時間仕事をして、残業していく。これ事実上もう無理ですよね。非常に需要と供給のバランスもありますし、今働き方改革というのも進んでいますし、これ以上、もうすでに皆さん長時間仕事をされていると思いますので、これ以上仕事を増やすのはおそらく現実的ではないと。しかも毎年4万人、5万人も増えていくという環境では、全く現実的ではないと。2つ目、これすでに多くの皆様始められていらっしゃると思いますが、ツールを使ってより効率的に開発を進めていくと。これが一つの方法ですね。で、3つ目、日本で足りないならば、世界中のいろんなエンジニアの方を集めてグローバルなチームを作る。これが3つ目。で、
で4つ目が2番目と3番目のミックスですね。ツールを使ってより最適化をしていく。グローバルな環境で日本以外のリソースも一つのリソースとして使っていくと。で実は GitHub 65% の社員がリモートで仕事をしているというお話をしましたけれども、この方法、4番目の方法をとっています。GitHub を使ってすべての社員が仕事をしています。でそれ以外の、メールやチャットやさまざまなツールももちろん使って組み合わせて使っているんですが、私日本のカントリーマネージャーをしてますが、今回このサテライトで初めて会った日本法人の社員が3人います。そのぐらい離れた環境で仕事をしていても、普通にあたかも一つの場所で仕事をしているような形で仕事ができるツールをうまく使い、さらに遠くにいる人を同じようなグループの中に招き入れるということができる環境にあります。 GitHub は開発者の方々がコラボレーションすることでより無駄を省き効率的な仕事ができるというふうに信じています。 GitHub は開発者の方々がコラボレーションをすることでより高い品質のソフトウェアを開発することができる、そしてより革新的なソフトウェアを作り出すことができるというふうに信じています。そしてこれは事実として過去にオープンソースの世界で起こってきたことだというふうに思っています。いろいろなものがインターネットにつながりクラウドで使われる環境の中ではユーザー様が求めるもののスピード、頻度が極めて高くなってきています。エンタープライズのお客様に関しても今までとは求められるものの頻度、スピード、クオリティすべてが変わってきている状況にあり、非常に競争の激しいところで戦わざるを得ない状況になっています。GitHub を使うといいのは分かってるんだけど、会社のセキュリティポリシーでクラウドにソースコード出せないんだよね、だから GitHub 使えないんだよねというふうに10人お話をすると4人5人ぐらいの方にそう言われるんですね。 GitHub はクラウド上のサービス、これで成長してきた会社ですけれども、同時に GitHub エンタープライズというオンプレミス型のソリューションを準備をしています。意外かもしれませんけれども、日本の企業ユーザー様の 95% 以上は GitHub エンタープライズをお使いです。すでに多くの企業様で国内においても使っていただいております。Yahoo さん、LINE さん、サイバーエージェントさん、グリーさん、DNA さん、多くのインターネット企業様、それからエンタープライズ系企業様でも、KDDI さん、富士通さん、日立様、たくさんの会社さんにすでにお使いいただいています。 GitHub が信じるもの、先ほどお伝えさせていただきました。その信じるものを多くのお客様にさらにお伝えをし、ソフトウェア開発の未来がより明るく、より皆様がハッピーな環境で仕事ができる、よりクリエイティブな環境で仕事ができる、そういうお手伝いをこれまで以上にしていきたいというふうに考えています。日本の話を続けてきましたので、そろそろ世界の開発環境がどうなっているのかという話を GitHub のシニアバイスプレジデントオブテクノロジー、ジェイソン・ワーナーの方からさせていただきたいと思います。皆さん温かくお迎えください。ジェイソン・ワーナーです。Mark Andreessen, the famous co-founder of the Netscape browser and now the Andreessen Horowitz venture firm, said a long time ago that software is eating the world. And that was absolutely true, and a lot of progressive organizations have recognized that. But that's no longer enough.
corporations today need to innovate and operate at a pace and scale that's never been seen before. We know that auto manufacturers are hiring more software developers than mechanical engineers, industrial engineers, and electrical engineers combined. Think about that. Over 100 million lines of code are in a modern car. Every company in the world is a software company. This is something that the world has come to recognize, but it's not enough anymore. Companies have to balance what it means to be a software company and then moving into an innovation company. It is no longer acceptable to just be a software company. You have to be a good one. You have to do your software practices well. You have to understand what that means. Bad software is worse than no software in many cases. So, what does it mean to be a good software company? What does it mean to do the trade-offs and all of the things necessary to get your product to market faster, better, cheaper, or with more innovation than your competition? We all know that there's a global shortage of software developers in the world, and yet more companies want to get their software and their products out there faster. How do you balance security, scale, innovation, and all the integrations needed to do this? This is the challenge to be a modern company. This is the challenge to be a modern software company. This is the challenge to be an innovation company. So on top of these questions, we know that the corporate environment has changed. We know that with recent announcements and recent things that we've seen in the news, everybody has certain restrictions or certain challenges that they will either face today or will face tomorrow. We at GitHub recognize that we have a responsibility to play in this as well. And we can help you, and we can help companies around the world do things like this, do things better, do things with software better too. Imagine that all of the security leaks that we saw in recent months, let's say, were automated. Imagine that all of the tokens that it takes to power modern software because of clouds are not leaked to the public by mistake. Just think about all of the different ways in which a developer's mind and mental cycles have to be spent on things that should be automated away. We view those as things that we can help with. Now balance that with all the compliance and regulatory needs of modern corporations. We have SOX, we have HIPAA, we have PCI. All of these things need to be balanced as well. Releasing code into the wild is no longer an acceptable practice. It has to be secure. It has to be audited. It has to be approved. When GitHub started, it was called a code host. In fact, that is not what GitHub is. GitHub is a community. GitHub is the connection. The real value in GitHub was that it made it possible for people to work together in a way that was previously either difficult or impossible. We have since brought this to companies around the world. GitHub Enterprise and GitHub Business Hosted allow companies to take advantage of the same things that the open source community did for years now in GitHub. They have seen the benefits of these. They have allowed their developers and their employees to work together in the open. They're faster, they're more secure, and it's easier to develop software. These are all good things, but software never ends and complexity never rests. We're going through another phase. Cloud already won. Everybody out there is using cloud services to a degree. The average enterprise uses over 1,000 cloud services every day to manage their infrastructure, secure their systems, and develop their software and release it to the world. Those are 1,000 things that somebody somewhere has to think about. We can help in this.
We can help these integrations. We can help manage the workflows on these. Every organization today has to figure out how to answer these questions and take care of these responsibilities on their own. Every company out there is inventing new solutions in bespoke ways to handle these things. This is not scalable, nor do we think that this is in the spirit of what we've seen over the last 10 years, where the sharing of information and the sharing of knowledge is one of the most important factors in the entire industry getting better. GitHub wants to make this easier. We want to make it easier to deploy technology in your organization, to hire and retain the best talent. And we want to leverage the right processes to support rapid innovation. We're excited to help you in this. What I'd like to do now is introduce Wayne Jin, our VP of Product Marketing, who will give you more insights into how we are investing in these product capabilities over the next years. Wayne? Thanks, Jason. All right, good morning. So as we talk to customers around the world and we get their feedback, GitHub feels that we have a great responsibility to make sure that our developers have the best tools and best capabilities to build amazing software and ship fast and also securely. Over the next few minutes, I'll spend some time sharing the investment areas across our products that we're excited about, and hopefully you will be too. What I won't share, unfortunately, is the very specific feature level details, functionality, and specific dates. If you're a customer under NDA, please talk to your GitHub sales teams, and you can learn more about the specific features. For now, I'll just give you the direction, the vision of where we're going. So that said, let's talk about 4 areas that are important to our community, important to our developers, important to businesses. The first pillar where we're investing is across our platform. We're going to make sure that we give you the tools, end-to-end capabilities across the software development lifecycle, and ensure that you have the most amazing experience across whether you're on GitHub Business Hosted in our cloud offering or whether you're on GitHub Enterprise, our on-premises offering. The second pillar we're investing in is data. And more specifically, we're investing in ways to secure the data that's very important to you and to your end customers. The third pillar, very important here as well, is how we're going to extend our platform into the ecosystem and bring on other tools and other capabilities so that you have the best of breed technology. And last but certainly not least, the developer. So the developer experience is very important. We want to make sure that developers are as productive as possible. So let's jump into each one of these. We'll start by talking about the platform area. GitHub's vision is to be the software development platform. We want to bring these end-to-end capabilities so that you can just focus on your code and get it to production as quickly as possible. We have 28 million users using GitHub today in some way or another, and we want to make sure that that experience across the entire platform is seamless and easy to use. The first step to building an amazing platform is that we want to make sure that that experience across whether you're on-prem or whether you're working on open source projects or somewhere in between is the same or seamless experience as possible. Today, many of you, especially here in Japan, that are current customers, are using the on-premise version of GitHub Enterprise. That's great for security purposes to keep the data protected behind your firewall. However, you're not able to get some of the benefits of open source. Imagine a world in which that divide didn't exist, and you could actually bridge across whether you're on-premise to get the big values out of the cloud deployments or the open source communities. So look forward to more details coming up in the next few months. Very excited here that we will start connecting these two worlds. So that experience, whether you're on-premise or whether you're in the cloud, feels similar, and you're getting a lot of value from
across the data sets and across the administrative features. Now let's dive into the area of data. So GitHub has over 500 terabytes of data over its 10-year history. With that data, of course, we want to be very sensitive to privacy. We can understand certain patterns in terms of potential security vulnerabilities. So we want to make sure that we're bringing the best security capabilities to you guys and make sure that you keep your software safe. As an IEEE report that came out last year, it said that identifying vulnerabilities isn't enough to adequately reduce your risk. Systems that automate the resolutions of vulnerabilities are twice as likely to be more secure. If some of you remember from last year at Universe in October, we launched a new feature called Security Alerts and the Dependency Graph. That allowed us to go and look at some of the code and the vulnerabilities and actually suggest known fixes from the GitHub community. We're excited to say that we're going to continue those investments, so look forward to more languages being supported and more ways that machine learning can create recommendations for those vulnerabilities. We'll continue bringing these business benefits, these security benefits, to your on-premise environment as well as the cloud environment. Now let's talk about investments in our ecosystem. If we think about the past, GitHub is known as this amazing source code or version control system. And we take a lot of pride in that we solved a developer pain to bring the world together and help you collaborate. As we think about where GitHub is today, many of you probably know that we have a marketplace where we can actually bring some of these other tools across the software development lifecycle to your environment. We have some capabilities today in how you ideate and working on projects. And then we've also built in some new capabilities with some of our partners, such as Circle CI, Travis, and others, to bring CI and build capabilities. We actually launched a new feature called Checks API recently, bringing some of that context directly into the GitHub interface. As we think about going into the future, we want to make sure that we give you the best of breed tools. We're not going to develop these things ourselves. We really believe in ecosystem. Developers love choice. We want to give you the best innovation possible so that you can pick and pull what makes sense for you. But what we will do is we will make sure that that's a seamless experience, improve the overall workflows. So I'm excited to continue thinking about these areas and bringing new capabilities to you. All right, finally, last but not least, GitHub was founded by developers for developers, and we want to make sure that this is the heart of our innovation. We want to make the developer experience as seamless as possible. So we're going to continue investing in making sure that developers are as productive as possible on GitHub. We'll improve the developer experience, improve the developer profile, and improve the developer dashboard. So in terms of developer experience, we want to make sure that developers stay in flow and focus on code. We want to improve core features such as the pull request. We want to make sure that that entire experience from when you ideate to create the code to actually get some feedback all feels very seamless. So look forward to more investments here. The developer profile. So more and more companies are looking at GitHub in terms of the skills and capabilities from developers. We want to continue investing here, making sure that your contributions, whether you're in your private company or whether you're in public open source, that your contributions are recognized and that companies and your employers can look for the best talent and understand those critical skills. And last here, the developer dashboard. We want to make sure that every morning when developers wake up, they log into GitHub, they can look at their dashboard and really understand where are the most important things that they should be focusing on. What are the issues? What are the tasks that they need to work on? And GitHub can surface some of that in a seamless way so you're working on the right things that matter. So in summary, we're investing in these 4 major areas so that developers can ship code fast, they can do it securely, and ultimately we can make sure that developers are happy and productive on the platform. So stay tuned for more. The next few months are going to be very exciting.
These are the areas that we'll continue investing in. All right. So with this product vision, we want to keep enhancing GitHub as a platform. In the meantime, some of the features have already shipped that our customers are using today. And to give you more insights into how customers are using GitHub, I'd like to welcome Yasuke Karasara from DMM.com to the stage. Thank you.